川上義郎と申します。画家とアニメーション作家として活動を続けています。キャラクターっていうものを今メインで制作してるんですけど、キャラクターっていうのって当然子供の欲求だったりとか、男の子や女の子の欲求っていうものを具現化したような存在として描かれますけど、僕の場合はなんかもっと神聖なイメージなんですよ。なんか装飾的なものとしてのキャラクターっていうことよりは、なんかそこにポカンって存在してくれているっていうことで、僕自身が安堵するような気持ちがあって、そういう象徴として彼らっていうのを描きたいって思いがあって制作をしています。普段キャラクターを油や絵画で描かれている方の特徴として、瞳にキラキラキラって装飾的なものを描くことが多いと思うんですけど、僕は最近の作品に関してはそれをあえて極力避けて、瞳というのをなるべくフラットに単色に塗りつぶして、デフォルメされたシンプルな表情、眼差しを描きたいと思って瞳を描いてきたんですけども、僕自身のそういった表現のルーツっていうのは、例えば手塚治虫の50年代初期の赤本の時代、当時っていうのはあまりそういった装飾っていうのが確立されてない時代、もっとそれ以前のサイレント時代のディズニーの、それこそ最初のミッキーマウスとか、まだ瞳のキラキラっていうのがカートゥーン的に成り立ってない時代ですから、そういった眼差しが持っている表情の明快さ、パキッとした美しさでも、彼らが内側で何を考えているのかっていうのがいまいちつかめない憂しさ、そういったものに惹かれるようになって、最近において特にそういうふうに眼差しが変化していってるのかなと思います。身近な物事に対してすごく臆病になっているっていうことが表現の原点だと思います。何かちょっとした些細なことで怒られるっていうことにすごく昔からビクビクしてて、なんか人と話が噛み合わなかったりとか、なんか人が何を考えているのか分からなくなる時っていうのに対してものすごく不安になる。自分のそういう劣等感だったりとか焦りだったりとか、何かそういった自分の不安っていうのを投影する器として今、少年や少女っていうモチーフをずっと描き続けているんだと思うんです。根本にあるその身近なことへの恐怖感、怖さ、でもそこにただ存在しているっていうことをふって認めてあげるような作品を作っていきたいと考えています。アニメーションを描きたいっていう動機は絵画と同じように、少年や少女っていうものの中に自分の焦りやだったり焦燥っていうのを描きたいっていうのを考えた際、物語だったらよりそれをお話として、映像だったらそこに時間の流れだったり気温やまたは喋り、音っていうのを加えることで、もっと空気感っていうのを立体的に表現できるなっていう思いはありました。例えば僕が2年前に制作した短編アニメの運転という作品があるんですけど、あれは僕自身の幼少期に都内の団地で過ごした実体験、その夏の日差しっていうの中で、なんか友達はみんな実家に帰ってしまって、その中でお盆の季節に東京育ちの僕はとりあえず一人でぼーっと時間を持て遊ぶしかなかった、ああいう時間の夏の流れっていうのがすごく辛くもあり、でもなんか居心地のいい時間でもあった。そういった自分の曖昧な時間の流れの感情っていうのを映像だったら表現できるなって思いがあって、アニメーションっていうのも同時並行で制作をしているんだと思います。今その少年少女っていうのをモチーフで、主なモチーフとして海外アニメーションで作品を作っています。で加えて現在制作している30分ぐらいの中編アニメーションで絶望ガラスと
というものを実写の村口監督という方の脚本をもとに制作をしているんですけども、その主人公っていうのは20代後半の夫婦が主人公になっています。それまで小学生の男の子だったり10代のなんか男の子や女の子っていうものを主に描いてきたのが20代後半のしかも夫婦を描く。ただその2人っていうのはどこか幼さ子供っぽさっていうのも抱えている2人で、何かそういった2人を描いていく中でもっと自分の器っていうものを大きく設定できるんじゃないかっていうふうにだんだんとその描く対象っていうのを広げていきたいなと思いながら制作はしています。そこからもっと派生していきながらおそらくスケールの大きなものにもなっていくだろうし、ただ根本的には僕自身のそういった世の中への怖さ恐怖感でもそういったものの中で生きる美しさだったりとか時間の流れの心地よさっていうものを閉じ込めるっていく作業をこれからも続けていきたい、そう思いながら今後作品を制作していきたいと考えています。